はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。今回は、シムドットのエントリーモデル EW100P です。割と最近 EA500 のレビューをやりましたよね。そうだね。フラッグシップモデルの EA2000、ミドルクラスの EA500。そして、今回エントリーモデルとして EW100P がリリースされたんだね。音質については後で触れるとして、まずは外観などから見ていこうか。はい。パッケージ内容はこんな感じで、必要最低限って感じ。エントリーモデルだから価格を抑えるための努力なんでしょうね。ありで3000円弱、だいたい2000円台後半で買える感じね。EW100P はとにかく軽いのが特徴ですね。片側実測 2.7g は今まで見てきた中で一番軽いかも。サイズも厚みが 20mm 切ってます。ちっちゃくて可愛いっていうのが愛の印象です。それなら装着感も当然いいのよね。とってもいいわよ。値本もありじゃないかな。ケーブルの感じもちょっと変わってない？こういう色好きなんだよね。そうよね。銀箔でシールドされてるんですって。3000円しないモデルなのにケーブルに力入れてるのね。だから本体がちっちゃくなっちゃったのかな。そんなわけないじゃん。ハイレゾオーディオ認定されてて高解像度オーディオ性能を保証しますって書いてあるよ。ちっちゃいのは事実だけどケーブルに予算割かれて本体がチープになったわけじゃないからね。そうよね。冗談よ冗談。ハイレゾオーディオ認定される EW100P のドライバーは 10mm デュアルキャビティダイナミックタイプで LCP ダイヤフラム、小さくてもしっかり鳴る印象。イヤピはまずバンドルイヤピを測定し、それを基準に特性の異なる4つを一緒に表示してみた。メーカーさんの狙っている特性がバンドルイヤピの特性だとすると、この4つは小域が目立つ。この中の1つを装着し、通勤で2時間ぐらい聞いてみたけどバランスが小域寄りだった。そうなるとバンドルイヤピに似たものはどれかってことになって、これファイナル E なんかが良さそう。絞った感じの形状もバンドルイヤピとファイナル E は似てる感じ。あと中間的な印象になりそうなものがこの2つ。装着感のお好みプラス特性も少し把握して選べるといいよね。装着して同音感にうまくはまらなくて TRI 角笛は未測定。ジャックさん、サウンドチェックのイヤピはファイナル E で OK？ いいよ、それにしよう。比較モデルはちょっと迷ったんだけど、最近レビューしたトゥルースイヤーホラにするよ。音調整の基準はホラにして EW100P の特徴が分かりやすくしますか？そうしよう。2人ともよく分かってるね。まあね。あとケーブルは銀箔シールドのカッパーケーブルね。ではサウンドチェックです。音量上がるよ。
ドチェックでした。バンドルイヤピと同じような特性のファイナル E でしたが、結構バランス良かったんじゃないですか？そう思うよ。この小さなボディで低域もしっかり出てるのはお見事。中域の減衰もあまりなく、2キロ手前から5キロあたりまでがしっかり出るよね。その分8キロあたりで少し調整しているようにも見えるね。過長範囲の中心ではないけど、超高域でももう一ピークある。フラットではないけど、全体的にフラットを意識したチューニングの傾向だと思うね。ミミーはさ、広域がちょっと負けてるように感じたんだけど、もしかしてこの辺の抜けのことを言ってるのかしら。それならさっきのイヤピ比較でここかもっと出るイヤピに交換でいいんじゃない？もう少し出てくると思うよ。ああ、ジャックさんが通勤で使ってみたやつね。どれどれ。じゃあちょっと聞き比べてみてね。さてジャックさん、フラットを意識したチューニングの EW100P ですが、少し他のモデルとも波形比較してみたいですね。もちろんそうだね。じゃあ比較していこうか。最初は同じシムゴットの EA500 ね。EW100P と方向性の違いは明らかで、低域を少し抑えて中高域から高域をきれいに効かせるモデル。つまり EW100P は低域も中高域もしっかり出るけど、高域は EA500 ほどじゃない。次は 7Hz0。なんか似てますね。10キロ以下ではほぼ同じじゃないですか？確かにカーブは似てる。実機では0の方がいい響きをするけど、大きさの違いから来てるっていうのもあるかな。EW100P の小ささはマイナスになるとEW100P だけ聞いてる分には感じないかもだけど、比べるとやっぱりこじんまりはしてるかな。次はほらね。ミミーちゃん、視聴どうだった？やっぱジャックさんが通勤で使ったっていう広域が出るイヤピの方がミミーには合ってたよ。ハイハットとかシンバルや広域の抜け方がいい感じで、これなら言うことないな。パーフェクト。そうなのね、それは良かった。補足すると、通勤時無線化して聞いたんだけど、ノイキャンついてないからどうしても車内だと低域が削られるのね。だから外ではファイナル E などで広域を少し落とし気味にしながら音量全体を上げた方が良かったわ。小さくて外で使うにはいいんだけど、 EW100P の低域は特に強いわけじゃないからね。なるほどね。シチュエーションでの使い分け大事なのね。あ、割り込んじゃったね。ホラの比較だったよね。ホラの中域は割とスッキリ、低域は割とどっしり。一方 EW100P は中域以下はホラより控えめで、やはり中高域が目立ってるかな。10キロ付近の減衰は結構大きめ。最後はタングズウェイナー SG。ホラのレビューの時、ウェイナー SG は中高域が得意っていう印象だったけど、ここだけ見ると EW100P の方がさらに得意のようだね。全部重ねるとこうなる。EW100P の低域がさほど強くなく、また8キロ付近の高域も突出してないことがこのカーブからわかると思う。じゃあどこが特徴なのかといえば、やはりここでしょうね。聞いててもここが強めなの分かったし、車内で低域が抜けるとなおさらね。静かなところで聞く分にはミミーちゃんが試したように高域がもっと抜けるイヤピに変えてもいいし、3000円以下で小さいって特徴あって音質もバランス型なので、小型のモデルを探している人にとってはいい選択肢になるんじゃないかなって思うよ。そうですよね。これは買っておこうっと。音質についてはサウンドチェックと波形で大体把握していただけてると思うので、今回はこのぐらいにしておきます。ということで、シムゴット EW100P のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。